こんにちは。バラの記録チャンネルのしずくです。寒い日が続いていますが、皆様お変わりありませんか？春まであともう少しだけお花のない季節が続きますが、今後しばらくは2021年の我が家のバラの成果を集計して、芳香やお花持ち、回転率など各種ランキング動画をご紹介していく予定です。ロザリアンの皆様が楽しめる動画を作れるように頑張ります。本日の第1作目は、昨年1年間我が家で実際に育ててみた200品種以上から最も開花の回転率が良かった我が家のバラをランキング形式でご紹介いたします。このランキングはあくまでも2021年の我が家の反省会から生まれた一つの余興としてお楽しみいただけたら幸いです。動画がまた長くなりそうなので、今回はいきなり結果発表です。2021年は200品種以上のうち4番果までしっかりと楽しめたバラが12品種ありました。その12品種をランキングとして発表した後に、各品種について昨年1年間実際に育ててみての感想を述べさせていただきます。概要欄、目次に各チャプターへのリンクがありますので、ぜひ気になる品種をチェックしてくださいね。さて、それでは結果発表です。2021年我が家のバラ開花回転率第12位はカリプソでした。2017年日本木村拓則先生作筆のシュラブローズで毎回花数も多く咲いてくれました。続いて第11位はクチュールローズチリア。2010年日本川本純子先生作筆のフロリバンダローズで切り込みの入った花びらがとてもエレガントなバラです。第10位しずく。2010年日本国枝圭司先生作筆のカップ咲きのバラで雪解け水の混じりっ気のない純粋さをイメージして命名したバラだそうです。とても憧れて私のハンドルネームにさせていただいているバラです。第9位ルイ14世。1859年フランスジャン・バプティスト・アンドレ・ギオ。とても香り高い早咲きのチャイナローズです。第8位マダム・ルナイー。1889年フランスジャン・バプティスト・アンドレ・ギオおよびピエール・ギオ作筆のハイブリッド・パーペチュアル・ローズでとても香りの良いオールドローズです。第7位プティレオニー。1892年ルクセンブルクスーパート&ノッティング作筆のポリアンサローズで手がかからずに育てやすいオールドローズです。第6位エンチャンテッドイブニング。2009年アメリカジャクソン&パーキンス作筆のフロリバンダローズでとても花つきよく魅力的な香りと色なので、私の2018年の交配で父親株として使用させていただきました。ここまで第12位から6位まで発表いたしましたが、やはり動画が長くなりそうなので、上位5品種の発表は次回に持ち越しとさせていただきます。そして2021年は
4番花が咲きかけていたバラが他にもご覧の通り13品種ありました。春先のハマキムシ被害を免れていたら4番花が咲いていた可能性大のバラたちです。どのようなバラかは以前に公開した動画寒冷地の冬バラの前編と後編にてご確認いただけます。概要欄に URL をお知らせしております。よろしかったらご覧ください。そしてここからは我が家で開花の回転率が良かった上位12品種について昨年1年間実際に育ててみての私の感想です。まずは2021年第12位のカリプソについて。耐寒性は普通だそうですが、春先にかなりの枝枯れをして株がだいぶ小さくなりました。春咲きかけのお花が小さなチューリップのように見えてとても可愛かったです。いつも花数をたくさんつけて咲いてくれるので、株全体からふわりと良い香りがします。つぼみの赤色、咲きかけの花びらのグラデーション、お花が開いてアプリコットピンクからクリーム色へ変化する花色が大好きです。我が家ではお花が咲く直前に下葉が奇変して落葉しがちですが、樹勢が落ちることなく必ずお花を楽しめます。お花があまり長持ちせず、気温が高いと1日か2日で散ってしまうのですが、花色の変化と花びらのグラデーション、雰囲気が大好きなバラなので、シーズン中にたくさん楽しめるように2鉢育てて代わる代わりに咲かせるようにしています。枝を長く伸ばしてもブッシュ仕立てでもお好きなように自由に仕立てられて楽しいバラだと思います。カリプソは低温になる晩秋まで咲いてくれていました。11月30日の動画でご紹介した冬眠しかけた4番花は11月の初旬から順番に少しずつ咲き始めていました。秋はシュラブのバラらしく枝が長く伸びました。続いて2021年の第11位クチュールローズチリアについて。切れ込みの入った個性的でエレガントなお花に一目惚れして、我が家では2鉢育てて代わる代わるに咲かせています。花数も安定してよく咲いてくれるので、バラの交配にも使用させていただいています。春は柑橘系とはまた違うフルーツのような美味しそうな香りがしました。夏は2鉢のうち1つはピンク系が少し前に出て軽やかな花色になり、もう1つはパールグレーベージュのような渋い色合いを保った夏花を楽しめました。低温になる晩秋まで最後の力を振り絞って咲いてくれていました。割と背丈は伸びますが、自立して咲いてくれるバラです。次に2021年第10位の雫について。とても憧れていたバラで、私のハンドルネームにさせていただいています。切り花品種ということで、花つきよくお花も長持ちするバラなのですが、まだバラの初心者だった2014年に購入後、無理をさせてしまったのか、すぐに株を弱らせてしまい、その後の数年間、全くお花を咲かせずに養生させるだけだったバラです。ここ2、3年でなんとか、ゆっくりと元気を取り戻し、2021年は本当によく咲いてくれました。春は花びらが薄く柔らかく、風にひらひらとなびいていました。枝が柔らかくたわんで、支えがないと自立できませんでした。花色も柔らかな透明感のある綺麗なホワイトで、1週間ほどは花色、花形ともに美しいお花を楽しめました。
国枝先生の和バラのシリーズが大好きで、雫の他にも我が家では香り飾り、葵、いおり、岬、日和を育てています。雫は春は深いカップ咲きでうつむき加減の味わい深いお花が楽しめますが、夏は夏でカップ咲きが浅くなってお花がまっすぐ立ち上がり、とても気品のある香りがしていました。夏のお花は2日程度で終わってしまいますが、バランスよくたくさんのつぼみをつけて次々と咲いてくれたので、春と変わらずに1週間ほどは満開を楽しめました。11月30日の動画でご紹介した4番花の葉に少し黒点病が出てしまいました。昨年は YouTube を始めたので、初めて夏バラを咲かせてみて、寒冷地では春と変わらずに夏もバラを楽しめるのかを観察したり、秋バラもできるだけ遅くまで咲かせてみようと、11月8日までは薬剤散布も頑張ってみたのですが、努力が足りないようでした。次に2021年第9位のルイ14世について、とても香り高い早咲きのオールドローズです。丈夫でとてもよく育てやすい品種だと思いますが、我が家のルイ14世は眼種のためここ数年は完全に動きが止まっていました。それが昨年の春、再びぐんぐんと育ち始め、どのバラよりも早く3番目に早く咲いてくれました。金色のしべが輝いて見える美しいお花で、一輪咲いているだけで風に乗って漂ってくる香りがとても心地よかったので、その日はルイ14世の鉢をお庭中連れ歩いて作業していました。一つのお花は 2,3 日で散ってしまいますが、まとまってつぼみをあげてくれるバラです。秋には伸びておおらかに枝がたわみ、お花もしだれて咲きました。続いて2021年第8位のマダム・ルナイについて、強硬でとても良い香りのするバラなので、我が家では香り担当要員として2鉢育てています。夏にもよく咲いてくれるバラです。もともと丈夫なオールドローズでお薬が苦手なのか、葉がお薬焼けしやすいようです。うつむき加減に咲くお花もとても優雅で素敵なのですが、花子剪定で意図して切ったところからバランスよく芽吹いてくれなかったり、いつも思うように樹形をコントロールできずにいます。大抵のバラは夏に花色が薄くなるものですが、マダム・ルナイは特にお花の印象が変化するバラの一つだと思います。低温期のうっすらと青みがかった濃いピンク色のバラとはまるで別のバラになったように、中心から外側に向かって花びらが白っぽく変化します。夏でも花つきよくお花も長持ちするバラなのですが、最低1週間ほどで全体に淡いピンク色に変化する様子も涼しげで美しいです。お値段もお手頃ですし、どなたにでもおすすめできるバラの一つです。続いて2021年第7位のプティレオニーについて、オールドローズで繊細な可愛らしさがあるのにとても丈夫です。お値段がお手頃の上、手間がかからず、病気知らずで安定感があり、房咲きで必ず花数をつけてきれいに咲いてくれ、花持ちよく咲き始めると長く楽しめるバラなので、毎年我が家で大活躍しています。バラに手をかける時間がない方には特にぜひおすすめしたいバラです。株も小柄でコンパクトに仕立てられるので、
お庭のスペースが限られていたり、ベランダで栽培したい方にもおすすめです。ただ、一点残念なのは、あまり香りを感じません。花色のグラデーションは優しいピンクで、中心に向かって濃くなっていくのが可愛らしいです。涼しいとお花が開きづらいようで、11月6日の動画の4番花は10月の初旬からゆっくりと咲き進んでいったお花です。次に2021年第6位のエンチャンテッドイブニングについて、2009年に国営越後丘陵公園の国際香りのバラ新品種コンクールにてフロリバンダ部門銀賞を受賞しているバラです。一番花は花数が少なかったのでご紹介できなかったのですが、2018年の交配で父親として使用して2018年3号というお気に入りのバラが生まれた思い入れのある品種です。完全に手前味噌ですが、2018年3号の春の様子もご覧ください。はい、今日は6月29日火曜日午後4時半を回ったところです。気温は24度なんですけれども蒸し暑いです。でですね、私のバラの園さんのお父さんをここに持ってまいりました。この子です。エンチャンテッドイブニングって言います。で、お花を近づけると香りもまあまああります。で、この子がお父さんで、お母さんがこちらのミニのつるバラの私のオリジナルのバラ園さんがこちら、昨日よりちょっと。次は夏の様子です。後ろの大きいバラがエンチャンテッドイブニングで、手前の小さいバラが私の2018年3号です。親子の共演です。なんかとっても似合う気がしますが、手前味噌でしょうか。秋の2018年3号もご紹介いたします。お母さんがミニのつるバラのみやびちゃんで、お父さんがエンチャンテッドイブニングです。で、お母さんの特徴通りにこのローズヒップをつけながら秋のお花も咲かせています。お花のお色はお父さんのエンチャンテッドイブニングに似ているのかなという気もします。花を近づけるとなんとなく香りがあるような気もするんですよね。そうであってほしいっていう私の希望なのかもしれないんですけども、接ぎ木をして3年後ぐらいにそのお花の本当の性質が出てくるそうなので、まだまだどんな感じになるかは分かりませんけれども、大きくなってもこのままでも私個人がめでる分としては十分満足です。全体像としてはこんな感じで、枝がすごくしなやかで、今横に広がっちゃってますけども、好きなように誘引したりしてお好きに仕立てることもできると思うので楽しみです。この子は春から割とコンスタントに次々と花を咲かせてくれてました。で、見るからにもう野生のバラの血が強くて頑丈そうに見えたので、夏からはお花がら摘みをせずにこうしてローズヒップを今楽しんでます。バラの開花回転率第6位のエンチャンテッドイブニング、本当に個人的な感想なのですが、香りは子供の頃に買ってもらったお風呂セットがスパイシーになった感じです。分かってくださる方がいると嬉しいです。秋には
おおらかに枝を広げて株が横張りに育ちました。そしてこの色、ブルーの入り具合が輝いているようで魅力的だと思います。夏花の軽やかなお色も青みがかっているので涼しげで素敵ですよね。以上、12位から6位までの2021年の感想でした。皆様のお宅で2021年開花開店率が良かったバラをコメント欄で教えていただけるととても勉強になります。優秀なバラは自分でも実際にどんどん育てて勉強したいです。ご協力のほどよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。